最高じゃないですか。お腹いっぱいになりました。めっちゃありましたね。食べてた油のねこうとろけるところもあればね肉質がしっかりしてるところもあって。大体10キロです。10キロ。夜に営業終了してからまた10キロ炊いたりとか。はい。うまさというか味が全然違うんで、そうですか。やっぱ外国産はちょっと臭いんでね。独特のどうやってもやっぱ臭いんで、匂い消しをどんだけ生姜ネギやら何やなんぼ入れてもやっぱり匂いが、獣臭がタレで味をがっつりつけてごまかすみたいな感じになるんで、なるほこの炊いてる時にすごい匂いするんでこれはもう全然匂い出ないんで、圧力鍋でやったらちょっと圧かけて煮込むんであれですけど、ちょっと匂いは出ますけど、その獣臭がないっていうか。この茶室やる前に混ぜそばやってたんですよ。ど。それはこちらでここでされてたんですか。そうですそうです。あ、じゃあもともとは混ぜそばのお店混ぜそばだったんですね。混ぜそばとか焼きそばとか。台湾のああいうそう感じですそうですそうです。二郎系の混ぜそばとか油そばとかそっち系をやってたんです。やめられ今はやめてるんですけど、たまにちょっと混ぜそばだけやろうかなと思いながら、結構混ぜそば食べたいという人もいはるんで、両方ができないんで、そうなんです。この規模なんで両方ができないんで、期間限定みたいな、今週は混ぜそばとかちょっとやってみたいなとか思いながら。煮豚っていう風になってるでしょ。だから角煮っぽいとこがやっぱり多いと思うんですね。これは部位で言うと、うちはね腕なんですよ。外国産の腕やったら脂身がなくてパサパサすぎて食べれないんですよ。国産でも全部が OK なので、これミライトンっていうブランド豚なんですけど、これはすごいしっとりしてて脂身も乗ってる状態の腕なんですよね。あんまりこういう状態の腕ってないんですよ。結構二郎系ラーメンのお店とかで腕肉を炊いてホロホロにして出してるんですけど、
繊維質というかパサパサがちょっとやっぱり強いっていう、繊維がボロボロほぐれるっていうのが腕肉の特徴なんですけど、国産でこのブランド豚はそれがないんですよ。全然繊維がバラバラならないんで、ちょうど脂も程よく乗ってるんで、最初僕も豚バラをずっと国産の鹿児島産の豚バラ使ってたんですけど、それは好きな人も好きで若い人とか全然 OK なんですけど、ちょっとやっぱりある程度食べたら胸焼けするっていうのがあったんで、今やったら軽く食べれる方が多いですね。やっぱり残される人がほとんどいなくなったんで。もともとはこのお店こちらでされる前は何をされてらっしゃる8年ぐらい前ぐらいに丼屋、肉丼ですね、豚丼をメインで、あとまあいろいろハラミ丼とか丼屋さんですね。それどちらでですか？生野です。生野区で。じゃあもう当初から豚をずっと扱って？もうずっと豚ばっか、自分が好きなんで豚ばっかり作ってますね。牛がちょっと調理苦手なんですよ。ちょっとあんまりよくわかんないんで、豚と鶏がメインですね、大体ずっと。全部独学なんですよ。あ、そうですか。何もしたことないんですよ。丼屋にしても何しても豚丼なんてやったこともないし。飲食始められるそのきっかけっていうのは何やったんですか？ちょっとだけ10年ぐらい前ですよね。ちょっと知り合いのお店でカレー屋さん、上等カレーでちょっとだけ働かしてもらって、それだけなんです。何なのか自分でも分かんないんですよ。飲食は自分で作って食べるのは好きやったんですけど、店するとは思ってはなかったんですけど、なんか店になりましたね。分かんないですけど、何も知らなかったんで、もうお米の炊き方もガス釜の使い方とかも一切知らなかったんで、玄米で仕入れてるんで。あ、そうですか。はい。じゃあかなり美味しいご飯食べれそうですよ。そうです。これはもう田舎の淡路島で親戚に言うて持って帰ってきたんですよ。トラックじゃ車の後ろに400キロ500キロ積んで帰って。ご出身がそしたらその淡路島？いや、母方の地元が淡路島。あそこら辺の田舎の人ってお米ってお米屋さんで買わないんで、農家さんで買うんで、農家さん教えてもらって全部してもらったんですけど、去年のほんま 1.8 倍とか。やっぱそうです。今年はえぐい値段です。しかもご飯あれですよね、大盛り無料でできたりするんですよね。しかもお料理自体がご飯進むお料理やからそうですね。ご飯をまあいっぱい食べてほしいなと。うちも年齢層高いんですよ。なぜかわかんないですけど、このお店多分若いと思うんですけど、普通に70代の人とかペロッと食べてるから平均多分50ぐらいやろな。
か2人とも少ないのがあんまり好きじゃないんで、何でもあだからそうなんですね何でも多くなっていくんですよね。お客さんって言ったら嬉しいですけど。まあまあまあね、なんかあんまり食べた気せえへんかったら、と思ったらなんか多くなっていく。チャーシューエッグそのされるきっかけっていうのはなんかあったんですか？その混ぜそば屋の時にそのチャーシュー炊いて入れてたんですけど、チャーシューが美味しいって結構言われて、チャーシューだけ売ってくれとかあったんで、チャーシューエッグっていうのがその今治で、食べたこともあって、今治も行ったことあったんで、まあ、面白いんちゃうかって言って、これチャーシューエッグにしたからおもろいなーって言いながら、まあ、両方できないんでずっとやってたんですけど、もうまあ混ぜそばの限界もあったんで、ここの場所でやるっていうのがで、ちょっと一回チャーシューエッグ屋に変えてみるっていうので変えてみたんですけどね、まあ、チャーシューが炊いてて全然できてたんで、まあ卵ちょっといい卵探してみたいな感じでやりだしたんですけどね。もうこんなスタンプもろてるんですよ。もう今日でそうそうそうこれでこれ何がどうなるんですか？これ貯まったらなんか値引き、これ達成で500円引きの、大きいですよね。もうだいぶ来てますよ。結構混んでるからね、ここもう行列できてますもん。まあ3日に帰りました。ずーっと並んでた。もうこれですわ、チャーシューエッグ。これちゃっかりご飯を盛り、これ漫画盛りやけど100円で特盛り特盛りもできるんですか？100円で大盛りまでなんか無料って書いとったり、はいはい。ほんで特盛りやって100円で 600g ぐらい。だから僕はもうダブルいきますわ。いつものあれトップですで一般のやつで、ちょっとしたらもうずっと並びますもんね。並びます。この間初めて知ったんですけど、出たらもうめっちゃ並んであったから、僕もネットで見てたんですけど、はい、その時好きとか思ったんですけど、この間初めてやったらその点ね。なんか名前言うことけど忘れた。自家製だれ一つ。インスタの子が言うたら移転しようかなって話をしてたら、それがやめるってなったんですぐにはとは思ってるんですけどね。
タレ美味しいっすよ。うん。ですか。ちょうどいいぐらい。ちょうどいいぐらいです。もういらん。もういっぱい。うん。腹いっぱい。わかります。また来ます。ありがとうございます。どうもありがとう。ごちそうさんです。ありがとうございます。おおきに。ラーメン屋さんとか。いかがでしょう。満足しましたね。また来たいです。来てよかった。なんかね、バランスいいんですよね。なんかこう食べてた油のね、こうとろけるところもあれば、ね、肉質がしっかりしてるところもあって、ここに座ってたご主人がやってはったんで、あ、もう見送りあ、そうやったんですね。肉増し自家製ダレ1つ、普通の自家製ダレ1本籍はまた肉が違うんですね。肉は肩ロース。これは鹿児島産の国産豚です。レギュラーのご飯何グラムでレギュラー、これですか、はいダブルです。で、ご飯が特に。はい。
トンテキ四日市のトンテキなんで、一応名古屋とかあっちで使われてるソース。いや、トンテキは四日市トンテキ。そういうのがあるんですか。はい。うちはもう四日市トンテキ。お店のそのお名前のね、まあチャーシューエッグはすごくわかるんですけど、亀吉っていうのはうちのじいちゃん。いや、じいさんのA ちゃんも好きなんで余計よく来られるんですよ。いや、僕ら初めてなんです。家近いから来たいなって言ってたんですけど。あ、お近くなんですか。あれ結構近いんですけど。お味いかがでし最高じゃないですか。た。お腹いっぱいになりましめっちゃなりました。た。満足感の顔がすごいですけど。めちゃめちゃ美味しいです。ずっと来たかったよな。これ若い人少ないでしなんでこういう住宅街でご商売始められたのかが謎で。ょ。するつもりやったらそこそこやっぱり広い家買うてたと思うんですよ。下がもう店になってるような店舗ね。それが全然なかったんですよ。ね、働くのもできへんし、よそ勤めも無理なんで、もうね下でやる話しゃあないかなみたいな。これガーリックソース。そうです。ご飯普通に。そう玉です。大体だから昼忙しい時やったら4升とか4升半ぐらい。
串をやってる時に作ったタレで焼き鳥豚串がちょっと当たり大阪弱いんで焼き鳥に変えて焼き鳥の時にもこのタレつけて焼いて、で豚丼とかの丼屋さんやってる時もこのタレでかけて焼いて、ほんで混ぜそばもこのタレでベースで混ぜそば混ぜて、これ何でも使える、何でも使えるから、肉には絶対合うし、豚は基本絶対に合う。鶏と肝焼く時とかでも全然これで大丈夫だからほんまこのタレ売りたいねんけど高菜も売ってくれっていう人もいるし。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。月でいうと、はい、どれぐらいこういうの営業されてるもんなんですか？月にもよる形ではあるんですけど、今車2台で動いてるんで、週末はやっぱり僕ももう一人も同時にこう片一方は京都行ったり片一方は大阪でやったりっていうような形が多いですね。これはそういうのが売ってるんですか？いや、全部自分で。どうしても僕ら軽自動車で活動することがメインになるんで。シコシコもちもちっていう感じですね。コシがあって、焼きそばはやっぱもう麺をこういろんなん試してここにたどり着いてるんで、それ美味しいって言ってもらえるのがやっぱ嬉しいですよね。おざす僕もともとこの移動販売を茨城県でやってたんですけど、その時もやっぱりパチンコ屋さん中心ですけど、それこそフジロックとかサマソニとかあんなもちょっと出店させていただいたりとか、一番難易度高いのがフジロックなんですよ。出店に審査がむちゃくちゃ厳しいですね。
でもちろん味もしっかりですし衛生管理もしっかりですけど、それの実績がないとなかなか出店ができないっていう、隠れて見に来るんですよお客さんのふりして、最終審査前かなんかにいつ見られてるかもわからないっていう。ないな。はい。帰る時に2枚だけお好み焼き。何時ぐらい？もう12時過ぎ帰る。12過ぎ？帰る。いける？いいじゃん。あ、4枚おくれな。4つ。はい。焼きそば1枚だけおくれ。はいはい。いや別に悪いことやってないから別に。はいだ。ありがとう。あげに。うん、できてるで。ありがとう。仕事帰りに寄ってね、
ずっと、焼きそばとお好みが美味しいよ、ここの美味しいもうお好み焼きなんか最高や。うち娘もよう喜んで食べてくれるから、ほんでふんわりと焼いてくれてはるしな、で焼きそば買ってソース味もちょうどええし、はい、こんにちは。何人前出るとかあるんですか？一応ベースとしては200食っていうのをベースにはしてるんですけど、お好み焼きと焼きそば合わせてって感じですね。はい、どうぞ。お好み焼きでも焼きそばでも。両方もらいます。両方。はい、どうも。はい、どうも。あざっすー。
はいどうも。おおきにありがとうございます。どうぞ。焼きそば一つお願いします。ありがとうございます。甘い時いただいてるんですごく美味しいです。キャベツまでシャキシャキとして美味しいんで。体力持つな。ありがとうございます。はいどうも。おおきに。はいどうも。一個一個。はいどうぞ。どうも。焼きそばとお好み焼きください。一個一個。はいどうぞ。ありがとうございます。お疲れ様です。はいすみません、じゃあ2000円からお預かりして。おおきに。はいどうぞ。おおきに。はいどうぞ。おおきに。はいおおきに。
まあカレー作るのははい簡単そうに見えるけど、はい簡単そうに見えて一番厄介ですねという。僕ね毎回ロースカツカレーです。いつもですか？はい。カレーってなったらここ来ます。はい。ドライカレー。ドライカレードライカレーめっちゃ美味しかったです。やっぱしお客さんにも美味しいね、美味しかったわとか言うてもらったらやっぱ嬉しいですよね。やっててよかったなと思いますよね。でこれがブイヨン、鶏ガラね。鶏ガラと、牛乳。こういう感じで。で、火つけて。牛すじでちょっと硬いやん。はいそれからちょっと、アク抜きして、煮込まなあかんから。こういう感じ。お店のカレーが厄介なカレーっていう、まあカレー作るのははい簡単そうに見えるけど、はい簡単そうに見えて一番厄介ですねという。やっぱしね、カレーって奥が深いというか、まああれはもううちの親父が考えてやったことやから、親父が初代やからね。ああ、創業者という創業者やね、親父とおふくろが。もともと何か別のことされてもともと紳士服、親父は。で40、50、まあ約50年ぐらい前かにもう紳士服やっててんけど、ちょっと紳士服もあかんのちゃうかいうので、なんか飲食店やるかっていうのでいろいろ探してて、その頃カレー屋ってあんまなかったから、カレー専門店っていうのが。でまあカレー専門店やってみようかというノリやね、多分ね。うちのおふくろがカレー作るの上手やって。でやりだしたらそんな簡単ちゃうやんという感じ。手伝ってたけども、僕がもうやるようになったのは13年ぐらい。働き出してはもう30年ぐらいになるんじゃないですか、やっぱし。あ、じゃあもう俺も学生の時からしてたから。いやほんで20歳の時にちょっと東京に何年かちょっと修行に行ってましたね。こういう感じやね。ローリエ、これカイエンペッパーちょっと手で割って何が大変ってそんなにあんま思ったことないですけどね。やっぱしお客さんにも美味しいね、美味しかったわとか言うてもらったらやっぱ嬉しいですよね。
やっててよかったなと思いますよね。昔から来てるお客さんが多いからね、やっぱしありがたいと思います。これも結構肉体労働だし、力いるし、混ぜんのがね、結構ね、ダマなったらあかんしね。このカレー臭いね、服。家帰ったらめっちゃカレー臭いと思う。これを言うたらオーブンで1時間おきに混ぜて、この作業がね、一番ね、カレーの匂いもすごく出るし、だから匂いが染みついてるよね、体に。あげて、結構手作りにこだわられてると思うんですけど、はい、まあコロッケ、ハンバーグ、まあ全部作ってますし、ドレッシングもほぼほぼ手作りですね。油飛ぶし、で飛んだ時に、すぐこうやってこう拭いといたらきれいになるやん、なんでも。もうやった後にやっとく。ほんならすぐ取れるし。で冷蔵庫で
3日寝かすから、それ工程全部入れたら1週間大体。まあほんでやっぱしカレーとかシチューとかって結局冷蔵庫で寝かすというか作ってすぐよりもだから角が取れていくっていうのを寝かすことによって。まあこれが仕上げやから。まあ一応これで米用意できた。セットして、よいし
スープちょっと生姜を日替わりのお値段は変わらないですか？そうです930円から今日は煮込みバーグが日替わりなんでめちゃくちゃお得ですよ。そうやね、お待たせしました。ロースカツカレー。はい、お願いします。ありがとう。ぐらいです。はい。ありがとうございます。はい、今日トピックス。はい。はい。で、ロース。
お店よく来られるんですか？ちょくちょくですね。ちょくちょく。まあ職場がすぐそこなんで、近所やからカレーってなったらここ来ます。何をご注文されたんですか？僕ね、毎回ロースカツカレーです。いつもですか？はい。彼女らはいつも変わってますね。ナスとひき肉のカレーです。これが多いです。ビーフカレーなんですけど、あれなんでしたっけ、ドライカレー。ドライカレー。ドライカレーめっちゃ美味しかったです。ご主人辛さとかどうですか？ちょうどいいですね。ちょうどいいです。もっと辛くても大丈夫ですけど、バランスいいと思います。どこにあったので、はい。もうちょっとしたらこちらに仕上げてもらいます。いつもビーフですか？いや、いろいろ。いろいろ。はい。今日はビーフの気分。どういうお味ですか？落ち着く味。一番好きな味。ご心配をかけて。いやいや。次来られるようになる。想像以上に安かったんですよ。ありがとうございました。ね、落ち着きます。ごちそうさんでした。どうもありがとうございます。730円。50円。ロースでーす。すみませんね。いえ、新しい。ありがとうございました。いつもお気に。まあここのオープンから知ってるから。もっと長い。40年過ぎてます。な。ありがとうございます。大で。
ます。全員大頼まれたし。全員大。パワーがいる。大っていうのは、ご飯の量とルーの量が増えます。どのぐらい増えるんですか。1.5 倍ぐらいね。1.5倍。大のまださらに上とかもあるんですか。言う人おったらやるよ。たまにね、ルー大とか。ありがとうございます。無性に食べたくなる感じの味やな。なんかこういう欧風カレーやったら、まあ、ここが一番美味しいんちゃうかなと思います。バランスが取れてて食べやすいし、量も結構食べられたと思うんですけどね。まあもうちょっと食べれますけど家で家庭で食べるカレーのまあ延長線上ちょっとこだわってるっていう感じでスタートしてると思うんですよ、うちの、まあ、初代は、毎日でも食べれるカレー、飽きないカレー、まあそれがオーブンカレー、確かにね、まあこのビーフのこれがやっぱし肝やからね、やっぱしそれをやっぱりまあ継続してるという感じかな。早いですね。ありがとうございます。もう朝から。今日はちょっと早めに帰ってきて。ありがとうございます。みんなやること決まってるんで。石川県のパン屋ね。あ、いい感じじゃないですか。
塩まだない今日のランチの小鉢です。定食のようです。
入れましょうか。はい。そこにいいんですか。はいはい。しそ昆布どうぞ。お漬物どうぞ。あ、そうか。皿がちゃう。確かに。ずっとお店はここでした。場所か変えられず。いやいや、一回変わった。20年。ここも27年になるけど。はい。その最初のところは何年ぐらいやられてるんですか。4年。あ、4年ほど。ああ。これも3階建てですよね。うん。前は3階宴会場にしてたんやけど。ああ。大きな宴会が全くなくなりました。ああ。事故する前に。はい。ここ貸し切りの宴会機入れて。はい。鍋とかみんなこうて。そんな怪我してしまったよ。最悪ですよ。でももうそんだけの怪我してね、もう一回よう仕事できるようになりましたね。ほんまに。できひんけどごまかしやな。お酒ごちそうさまでした。みんな終わってんの？お酒でした。みんな早いです。一人でまた食べ上がったら2杯も飲んだもん。でも2杯ね。ほんま？ほんまに。今日なんで出てること言ったんかな。ほんまに。なんでやろうと思って。駅の階段で。そうみたい。そうみたい。お父さんじゃなくて。いやどっちも。ごめん。今日分けるね。美味しいですよ。野菜やつ用意したの。青もこも高いですよね。高級のあるし。今高いですね。めちゃめちゃ。パンと、パンと、コーヒーの。いきます。一緒いう感じ。まあいけるよ、そうだ。花。
はい。後ろなポケット。手でワン、カツ丼ワンです。ご飯です。
どうぞ。はい、お待ち立花でございます。あ、はい、いつもありがとうございます。10個で、いつものように2160円の。あ、はい。いらっしゃいませ。はい、テレワンです。お願いします。そうそうそう。はい、すみませんが、それでいいのかどうかだけ教えてください。はい、はい、失礼します。町田ハウス儲かってる。問題が、だからおこぼれもらわなあかんよ。なんで、思いだから。いいよ、僕をこうって間に入れた。黒田さんはおるんやろ。だけどかな。あ、もうおろし。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとう。
はい。ヘレ一口とんかつセット。ご飯大盛りで。はい。あったらでいいで、覚えて。はい、大東。はい。和風？あ、和風か。第4つ。和風のとこおつや上がったの？はい。髪の毛できる？昭和焼きになるんですよ。かなり5月でしょ。そうそうそう。うちはよそではやってないと思う。こんな軽い下味で、ポン酢でいただく。ああ、さっぱり。はい。生姜ポン酢。生姜焼きがね、ちょっと見たことないぐらい分厚くて、ね、珍しいなと。ダメや。来週金曜から公開の映画「名もなき者」
でも焼き欲しいやんて。いや、ちょっと待って。いやいや、それは、だからちょっと違います。ヘレとロース一つずつでいいかい。はい。じゃあこのヘレとローストンカツ。はい。はい。めっちゃ取られてる。めっちゃ取られてるよ。下一つ。私してきます。はい。お待たせしました。ヘレとんかつの方は。はい。はい。すみません、こちら失礼いたします。で、こちらがロースになります。お待たせしました。カメラ目線くださいって。ほんな。もうこれともう料理できんや。奥さんはもう帰られたんですか？いや、隣のけど散髪屋さん。ケソミに。それが予約が2時しか空いてなかったんですよ。ああ、息子さんがお店継がれるっていうのは、まあ他でも聞いたことあるんですけど、娘さんと一緒に働くっていうのはなかなか珍しいですよね。最初は、姉が先入ってて、で、いつ頃からそうしたらお店手伝ってはるんですか？ここがもう27年になるんですけど、この前に4年ほど借りてたって言ってたんです、あの時に姉がいてたんですよ、その時に。で、ここに移ってからちょっともやってたの。うん、ちょっともやってた。子供ができるまでちょっともやってて、結婚を機に。3年か4年ぐらいは一緒に、その前のお店で。いや、ここの、ここになってから。いきなりここっていうか、ほんまちょっとバイトさせてもらおうみたいな感覚で来てた。最初は。抜けれよう。